こんにちは。デベロッパーズ IO2020 コネクトご覧いただきましてありがとうございます。私からは初めての AWS 設計でやりがちな失敗パターンまとめということでお話をさせていただければと思います。私、西澤と申します。7月から NEXTMODE という新しい会社で引き続き、クラウドの推進を、お客様のご支援をやっていく予定になっておりますが、これまでクラスメソッドの方で5年間 AWS の設計に関するご支援をさせていただいております。で、こういった経験に基づいてですね、今日は AWS に関してはまだ数多く設計をされていないという方、特にインフラエンジニアの方に向けて AWS 環境上で初めて設計するときにどういったことに注意した方がいいのか、特にその失敗パターンというところで、過去の失敗事例をお伝えすることで何かしら学びを得ていただくような発表ができればと思っております。今日のお話はですね、ベストプラクティスの話ではありません。ベストプラクティスに対する理解を深めるための話にはなると思います。また、サービス単位での設計の方針であるとか、上級者向けの細かい機能、ノウハウみたいな話ではなくて、割と概要というか、メタな話が多いということでご了承いただければと思います。そして、タイトルにあえて失敗と書かせていただいたのですが、特定の誰かをディスる気持ちはありません。特に私自身が失敗したこと、お客様と AWS 設計していただくしていく中で、うまくできなかったなというようなことをですね、あえてここでお伝えすることで、誰かのお役に立てられないかなと思った次第でございます。ということで、テーマもですね、細かくグルーピングしようかと思ったのですけども、割と大雑把なテーマに最終的になってしまったのですが、まず要件整理みたいな形でですね、AWS に環境を移行する、もしくは持っていく AWS で初めて設計をするというときにどうやって要件整理していくかというところの失敗パターンなんですが、最初はよく言われるものですが、小さく試さないというのを挙げさせていただきました。机上で検討ばかりしていて、実際に試すことをしないというのは、クラウドの良さを全く活かせていない状態だと思います。小さく失敗する経験がない組織、もしくはカルチャーだとなかなか取り入れるのが難しいところもあると思うんですけども、とにかく小さく失敗を繰り返すことができるのがクラウドの大きなメリットになりますので、検討にばかり時間かけていても、設計の精度が上がるとか洗練されるということはありませんので、特にいろんな情報が出回っているので、参考になる情報は数多くありますが、やはり各組織に合わせたシステム、お客様に合わせたシステムというのが絶対にあるはずで、そこは試してみなければ絶対にわからないことだと思いますので、机上に終わらせないと、どんどん試してみましょうということは、繰り返しお伝えをしています。というような形で、やっぱりパターンをどんどん上げていくというような、今日は発表スタイルでお話をしていきますので、はい、よろしくお願いします。次に、クラウドで塩をつけるというのを書きました。特にハードウェアの保守切れ対応を避けるためだけの目的でクラウドに移行するというようなケースも過去に何ケースか見ておりますが、その際に OS やミドルウェアの保守は考えていない、アプリケーションの保守を考えていないというようなケースが正直あります。これはクラウドに限った話ではないとは思いますが、塩漬けというのはちょっとネガティブなメッセージになってしまうかもしれないですけども、確かにその安定的に長く使えたシステムのも当然存在するとは思っています。ただ、それをクラウドに持っていくべきなのかというところでいくと、塩漬けにしたいだけ、もしくはずっと変えずに使い続ける、安定的に使い続けることだけが目的なのであれば、それは果たしてクラウドに向くのかということはよく考えいただきたいなと思っています。ハードウェアの保守はなくなりますが、いろいろな都合でですね、手が入れられないシステムをクラウドで持つというのは、要は柔軟性を活かせるのがクラウドのメリットなので、そうでないシステムは、クラウドと親和性がないと言えると思います。ですので、いろんなケースあり得ますが、あえてクラウドに持っていくべきではないかもしれないというところも検討いただきたいです。続いて、入り組んだ要件というような失敗パターンを書かせていただきましたが、AWS の各種サービス、機能を活用しすぎてですね、しようとしすぎて、非常に複雑な
入り組んだ仕組みを作ってしまうようなケースが稀にあります。これはAWS のサービスが、どんどんアップデートされて、機能拡張されて、いろんなことができるようになっているので、それを組み合わせると、どんどん新しいことができるんじゃないか。もしくは、もともとあったシステムを移行するようなケースですと、その要件と完全に一致する仕組みにしようということばかりに気を取られていってしまって、もっとシンプルに作れるはずの機能を、もしくは AWS の標準機能で済ませられるものを、あえて複雑にしてしまっているケースがある気がしています。そして、AWS サービスのアップデートは、非常に早い頻度で行われていきますので、工数かけて、1年かけてようやく作ったシステムが、リリースするときにはもう新機能で賄えているみたいなことが起こり得ます。最悪のケースでは、新しいサービスのアップデートによって、アンチパターンになってしまうみたいな、過去のワークアラウンドがアンチパターンになるみたいなケースも極端なケースありますので、そこは本当に必要な開発なのかというのを考えていただきたいというところがメッセージです。これは弊社の方のブログですね。デベロッパーズ IO というブログで、レポートブログになってまして、実際の登壇はカヤックの藤原様がお話しされた内容ですけれども、昨年何か所かでお話しされてたと思うんですが、非常に素晴らしかったので、読んでいただければと思います。このような形で失敗パターンと合わせて参考になりそうなブログもいくつかこの後ご紹介させていただきます。続きまして、AWS のアカウントとか、ネットワークみたいなお話をさせていただきたいと思います。当然システムの中には複数のサブシステムがあって、それをどうやって管理していくかっていうところが重要になるわけですけれども、AWS には AWS アカウントという管理単位がございまして、この AWS アカウントを、システム作るたびに増やし続けたりとか、逆に一つのアカウントに複数システムを混在させてしまうというようなケースがございます。AWS アカウントとか、もしくはそのネットワークの設計ですね。こちらについては、先ほど小さく試すといったこととは少し矛盾するんですけれども、どんどんシステムを増やしていくっていうような時には、後から変更するコストが大きくなる可能性があります。ですので、特に AWS アカウントの分割方針、あとは、少し触れたネットワークの設計ですね。ここは事前に検討に時間かけていいと思っています。最近、お客様と一緒に AWS を活用していくためのガイドラインを作りましょうみたいなお仕事が増えてきていますが、特にこの AWS アカウントの管理、ネットワークの設計っていうところは、後戻りできない、しづらいところだと思いますので、これは最初にしっかり検討いただくのがいいかなと思います。サブシステムの単位とか、本番テストを分けるのか、そこを触る担当者は、全て同じなのか、運用担当と開発担当と、もしくはデプロイの担当が分かれているとかっていうようなケースでは、セキュリティどういうふうにアクセス権限管理するべきなのかっていうところを整理いただく必要があると思います。で、AWS アカウントの分割の方針に関して、これはいろんな考え方があるので、個人的には分ければいいとは、細かく分ければいいと思ってないんですけれども、分けすぎるのは逆に管理が煩雑になるので、はい。そういう時には、どういった基準で考えていけばいいかっていうような参考のブログありますので、こちらもぜひお読みいただければと思います。で、次に IP アドレス管理についてですけれども、静的に管理しようとする、具体的には固定の IP で全て管理しようとするのは、クラウドではアンチパターンになります。そもそも AWS が利用する IP アドレスは動的に変更されるものがありますし、ユーザー側では固定できない、指定できないものが数多くありますので、基本的には動的に管理するというのが、クラウド AWS でシステム管理するときのポイントになります。なので、動的に DNS を利用する Route53 のような、DNS サービスを利用して、動的に管理するようにしましょう。そして、AWS が使うマネージドサービスで IP アドレスが一部自動的にアサインされるところがありますので、はい、そちらご注意いただく必要があります。はい、こちらも VPC 設計というところで AWS 初めて設計される方が参考になるようなブログだと思いますので、ぜひお読みいただければと思います。続けて、兵役網という話ですけども、AWS にはダイレクトコネクト、もしくはサイトトゥサイト VPN というような兵器網を構成するオンプレミスと、もしくはお客様の環境のネットワークと兵器網を構成するサービスがございます。
が、オンプレミスでシステムを作る場合には、もともと広域イーサネット等で直接平行網のネットワークとアクセスできるように作るというようなものがあるかと思うのですけれども、クラウド上でそれをその通り作る必要があるのかというと、そうではないと思っています。で、逆にクラウド上に作った環境が平行網にしたことで、お客様の重要なシステムにアクセスする経路になってしまうということもあり得ますので、その平行網が本当に必要なのかというところはぜひご検討いただいて、可能なのであれば、インターネット経由で最低限の保守ができて、インターネット経由で暗号化された通信で必要なサービスの提供できれば十分なケース多いと思いますので、ぜひそういった形で検討いただくのがいいかなと思います。続けてちょっと最後に大雑把な形ですが、コスト管理、サイジングみたいなお話。それ以外の話を最後に少し触れていますが、こちらは AWS の特徴的な機能でございますが、バーストパフォーマンスインスタンスというインスタンスファミリーがございます。こちらは T2、T3 とかって呼ばれるファミリーなんですけども、クレジットという独自の概念がありまして、パフォーマンス、一時的な負荷に対しては、バースト機能によってパフォーマンスが出ます。ただし、このクレジットという概念があって、このクレジットが枯渇してしまう、このバースト状態が一定時間続くと、ガクンとベースパフォーマンスまで、ベースラインまでパフォーマンスが落ちるというような仕様のファミリーになっています。こちらを選定したことが原因でシステムが利用不可になりましたみたいなお問い合わせをいただくことが過去に複数ございます。ですので、アクセスがあまり多くないインスタンスではコストパフォーマンスのいい T2、T3 あたりを使いたいというようなことは確かによくわかるのですけれども、一般公開してアクセス元が限定できないようなものであれば、ボットとかクローラーとかですね、もしくは DDoS みたいなアクセスがあったときにシステムが全く使えないということになるリスクを配慮していただいた方がいいかなと思っています。T2、T3 以外にも、今 ARM ベースのですね、A1 というようなファミリーも出てきてますので、AWS の特にそのインスタンスのコストはですね、スペックによって、もしくはそのインスタンスファミリーによって値段が大きく違いますので、コストを安くするという観点では、また他のファミリーもご検討いただくといいかなと思います。今お話した内容はブログにまとまってますので、ぜひご覧ください。続けてディスクサイズです。クラウドにシステム移行して、思ったように費用が下がらないということの原因の多くがディスクサイズがあったりするのかなと思っています。オンプレのディスクは、割と安価に利用できるようになったことによって、システムをクラウドに持っていく前のですね、オンプレでのディスクのサイズが、例えばデータベースサーバーでなくても、500ギガとか1テラみたいなもの、ディスクがついているサーバーは割と珍しくないと思うんですけども、それ本当にクラウドに持っていった時にそのサイズ必要ですかというとですね、実態としてはそこまで必要ないケースの方が多いかなと思っています。クラウド AWS の特徴としては、ディスクプロビジョニングした瞬間に、毎月の課金につながってしまうというところがありますので、実際に全てのディスクを使われていなくてもですね、プロビジョニングした量に応じて課金されてしまうということがありますので、ディスク、コストを安く抑えるためにディスクのサイズを適切に、最低限にしていただくのが望ましいかなと思っています。また、システムがローカルディスクに何かデータを溜め込むみたいな仕組みになっているようであれば、少しそこを見直すことができるんじゃないかなと思ってまして、ディスク EC2 に EC2 という仮想コンピューティングマシンに割り当てる EPS ボリュームというディスクの機能があるんですけども、こちらは動的に拡張できますので、しっかりモニタリングしていただくということは当然必要なんですけれども、後から動的に拡張することというを前提に小さめに最低限で設計するという方針が良いのではないかなと。そして、ローカルにデータは溜めすぎずに、安価で堅牢な S3 等のデータストレージに逃がすということは、ぜひご検討いただくといいかなと思っています。OS 別に EBS のオンライン拡張を試したようなブログもございますので、ぜひご覧ください。次にスペック選定の失敗パターンとして、このスモールスタートの幻想に縛られるというのをあえて書いています。これはあまり多く言われていないことだと思ってまして、
小さく試せるのがクラウドのメリットですよっていうのは私も先ほどお話しした通りなんですが、そればかりではないという例として、ですね、バッチ処理のような数時間かけるような処理を非常に小さなマシンで検証するというのを、あえてその失敗パターンとして書いたんですが、これをやるとですね、処理に時間がかかってテストの効率が上がらないんですね。事前にコストの見積もりを節約して考えしすぎていたために、これは柔軟性を活かせてないのではないかなと思っています。これ検証時の段階、特にパフォーマンスのテスト等の段階では、ケチりすぎるというとあれですけども、やっぱり効率が非常に重要になると思ってまして、効率を上げるためには、検証するタイミングだけ、高いパフォーマンスのインスタンスを使って、一時的に大きくしてもすぐに消せますし、また小さくできますので、このクラウドのメリットをぜひ活かしたシステムの構築をしていただきたいなと思っています。続いてテスト環境の構成がどうなっているかという話なんですが、テスト環境は EC2 上にオールインワンで作ってます。アプリもデータベースも全部 EC2 に載ってますが、本番は複数台構成です。みたいなケースがあります。これでよく起こるのはテスト時に問題が検知できないというようなことがありますので、テスト環境は可能限り本番と同じ構成にした方がいいと思っています。本番環境で10台のものをテスト環境で2台とかっていうのはいいと思うんですけども、複数台のものを1台しか作らないというようなケースで、その冗長化した時のリスクとかを考慮できてないとかですね。あとはデータベースを RDS にしたことで発生する問題、もしくはロードバランサーの配下に配置することによって起こる問題とかっていうのがあり得ますので、構成は限りなく本番と同じ構成にする。ただし、不用時の停止とか、もしくはスペックを最低限にする。パフォーマンステストを除いて、機能の確認という意味では、スペックを最低限に調整することでコストコントロールできると思ってますので、これも一つ注意点になるかなと。そして、バックアップの話を書かせていただいています。ちょっと極端な例ですが、オンプレではサーバーそのものが消えてなくなるというような障害は、ほとんどないと思うんですけれども、クラウドでは、クラウド事業者側、AWS 側の問題でインスタンス上のデータが消えてなくなるということは、極めて稀なんですけれども、少なくともユーザー側で誤操作でインスタンス消してしまうというようなことはあります。意識して消したけども、元に戻したくなるというケースもあります。ので、最低限のリスクには備えておくべきだと思います。AWS が示している SLA であるとか、サービスの冗長設計というところのドキュメントをしっかり確認いただいた上で、バックアップの機能、非常に充実していますし、非常に安く使えますので、このバックアップやログは最低限取っておく。多めに取っておいても、そこまでコストに跳ねないケースが多いと思いますので、ちょっとデータ量にもちろんよるわけですけれども、バックアップ最低限は取っておくというところ、ここは知らずにやっていただきたいというところで、コスト面と関連があるところで、バックアップというテーマのお話。で、昨年AWS の東京リージョンの障害を踏まえて書いたブログがありますので、こちらも少しお読みいただければと思います。これ最後になるんですけども、あえて組織というのを書かせていただいています。クラウドの推進担当というのを、いろんな会社さんでご用意いただいて、その方がやはりクラウド推進をしていただくというようなことを、よくあります。これが特定の担当に依存してしまって、その方が万一離任した時に引き継ぎ先がないというようなケースが、ケースもと書いてますが、割とよくあるなと思ってまして、オンプレミスであったりとか、もしくはミドルウェアの選定、ソフトウェアの選定をする際にも、同じようなことは当然起こりますが、やはり、当然組織としてですね、クラウドの理解を浸透させるための活動が必要だと思います。なので、しっかり組織が会社としてベンダー選定、システム評価ができるような状態にしておかないとですね、クラウドのメリットを享受できませんので、ぜひそこはオンプレミス、もしくは特定のソフトウェアを導入するというサイト同じなんですが、特にクラウドの場合は、より多くの方への
理解を得られるようにということで、推進していただきたいなというところがございます。ということで、簡単に概要みたいな話が多かったんですけれども、AWS クラウド素晴らしいものだと思っています。で、我々はこれを生りにしているわけですけれども、仕事にしているんですけども、あくまで手段の一つでしかありませんので、本来、お客様がシステムによって何を実現したかったのかというところは、忘れずに我々もご支援続けたいなと思っています。で、その時に、クラウドを移行することが絶対ゴールではないので、クラウドを手に入れることによって、クラウドを活用することによって、本来の目的、何を果たしたいのかということを忘れずに、やっていきたいなと思っています。これは我々自身が気をつけていかなきゃいけないところですね。そして、小さく失敗することを、恐れないよう、もしくはお客様にこちらをご理解いただいて、一緒に失敗できるようなシステムの推進、新しいシステムの、作っていくっていうようなことができると、非常に我々としても面白いんじゃないかなというふうに思っています。ぜひこの小さく失敗するということを改善繰り返していくということを組織の中に取り込んでいってもらえるお客さんも増えてくるといいなというふうに思っています。ということで、この発表をどこかの誰かの役に立てば嬉しいなと思います。ご清聴ありがとうございました。私の発表からは以上になります。